はい、包丁のことあれこれチャンネルです。いつもご視聴および応援コメントなど本当にありがとうございます。まだまだ未熟なチャンネルではございますけれども、引き続きよろしくお願いいたします。今回は先日仕入れてきたこちらの包丁、お宝なんですけれども、本焼きのふぐ引き、持ち手は八角の黒炭へ。一般的な高級料理包丁ですよね。銘はちょっと見にくいんですけれども、源国行という風になってます。現在は営業されてないんですけれども、源交易という東京の方にあった刃物店さんが販売していた包丁ですね。それなりに使用感は全体的にあるので、研ぎ直しと磨きをしてピカピカに蘇らせたいなというふうに思っています。で、よく見ると少しだけ張っているんですよね。なので、まずそれを修正しながら、刃もついてないので、粗めの800番ぐらいから研いで刃をつけながら、で、最終天然砥石で綺麗に仕上げてみようかなというふうに思います。ここの平の部分も、できればピカピカの鏡面にしたいんですけれども、刃文が見えますかね。ちょうどしのぎと平の間ぐらいにありますので、あんまりこっちを磨いてしまうと刃文も消えてしまいそうな感じがするので、様子を見ながら磨きはしていこうかなと思ってます。そんな形でメンテナンスしていく動画になりますので、ぜひ最後までお付き合いの方いただければなというふうに思っています。はい。ではまず、包丁の針を修正しようかなと思ってます。勢いよく曲げるとボキッと折れてしまいそうなので、少しずつ力を入れて、この歪み取り棒っていうので挟んでですね、曲げていけるので、これで直していこうかなと思います。軟鉄と鋼が合わさった霞包丁っていうのは軟鉄部分と鋼の部分の強度が違うので、少し引っ張られて曲がりやすいんですけれども、こういった本焼き包丁はそれに比べて曲がりにくいとは言われてますけれども、歪みの修正っていうのは研いでいく前にすごく重要ですので、必ず曲がってるかどうか確認してから研ぎ始めるようにしてください。まっすぐになった感じですので、研ぎの方に移っていきたいかなというふうに思います。それでは研いでいくんですけれども、その前にクレンザーで大方の汚れだけ取ってしまってから始めていくようにします。はい、それでは研ぎ進めていこうかなと思います。800番ぐらいで形を整えていこうかなというふうに思ってます。あんまり粗すぎると鋼を大きく減らしてしまいそうなので、帰りが出るまで研いでみたいなと思います。では始めてみます。先の方からまずは切り刃を全体的に当ててみます。だいぶ綺麗に当たりますね。もうちょっと研いでいけばしのぎのところもしっかりと当たっているので大丈夫そうですね。はい、800番全体的に切り刃にうまくペタッと当たってるんですけれども、1回では全体に当たりきらないので、しのぎの方をまず当てて研いでですね、その後真ん中を持ちながら、最終刃先の方を手を置いてやると、全体的にピタッと当たるような感じになりました。で、刃先の方も裏側のここの部分はやっぱり当たりにくいんでしょうね。上に上げてやらないと、この部分がペタッと当たんない感じですね。でもしのぎのラインが崩れていたりしないので、これで少し乖離が出るまでもうちょっと研いでみたいと思います。要所要所で面直しをしてあげないと砥石も変形していくので、その辺も注意してやるようにしてください。はい、800番いい感じで当たりました。10分ほど研いでるかもしれないですね。そのうち帰りが全体的に出てますので、1000番に移ります。はい、こちらも特大サイズのちょっと大きい砥石を使ってうまく研いでいきたいなと思ってます。もう800番でだいぶ型ができたので、さらに刃先の尖りを繊細にしようかなという感じです。1000番ぐらいで結構いい刃はつくので、しっかりと研ぎ上げといてあげると、後の仕上げが綺麗に収まってくると思います。で、まだ裏は1回も研いでないので、後で少し当ててみたいと思います。
切り刃のところは綺麗に当たってます。刃もだいぶついてきたんじゃないでしょうかね。はい。では、切れ味ちょっと見てみましょうか。旋盤で研いでます。まあ、いい感じで切れるようにはなってますね。あと、3000番と仕上げを当てていけば、より滑らかになっていくかなという感じなので、3000番の方に移りたいと思います。はい。それでは、こちら一応天然砥石なんですけれども、先ほどの旋盤の当てた場所を当て直していくというような感じになります。細かい目のものを順々に当てていくと、より切れ味が繊細になっていくので、少し手間はかかりますけれども、ぜひやっていただきたい作業になるかなと思います。この砥石は比較的柔らかいので削りやすいですね。基本的にまだベタ研ぎといって、ベタっと当てて研いでるので、この切り刃は平らな感じになっているんですけれども、若干力の入れ加減を先ほどもお伝えしたんですけど、変えないと全体がつききらないという感じですね。角度をいじったりはしていないので、基本的にはベタ研ぎという感じになっています。はい、3000番も綺麗に当たりますね。だいぶ輝いてくると刃文が逆に霞んできちゃうというか、そんな感じがしますね。はい。では、中山の戸前に当てていきたいと思います。名倉を使って接地面がどうしても硬いので、この研ぎ汁が出ないと磨いたり研げたりしていかないので、名倉で研ぎ汁を出してあげてから砥石と包丁を当ててあげると研磨される感じになりますね。天然砥石と包丁の相性もいろいろあるので、どれがいいとかっていうのはないんですけど、すごく難しいとこですね。繊細な。でも全体に綺麗に当たって内曇りっていうんですかね、霞がかかった感じになるんですよね。天然砥石で研いでいくとこれがまたいいんですよね。はい、かなりいい感じで磨けたんじゃないでしょうかね。どうですか。研ぎの方は終了したいかなと思います。はい、研ぎがいい感じに整いましたので、耐水ペーパーで平の部分を磨いていこうかなと思います。あんまり粗いのでいくと傷がつきすぎてしまうかなと思うので、600、800、1500、2000ぐらいでいこうかなと思います。この時点だと綺麗に刃文が出てる感じですかね。600。はい、600いきました。じゃあちょっと800に移ってみます。ちょっと刃文が見えなくなってるんですけれども、どっちかというとピカピカに磨き上げる方に変更して磨き上げてみようかなと思います。はい、2000番まで磨き上げました。どうでしょう。だいぶ鏡面っぽくなってますね。で、最終コンパウンドも磨いて、もうちょっと光るかなと思いますので、そこまでやっていきたいと思います。ホルツのコンパウンド、1ミクロンと 0.2 ミクロン。もう平の部分だけでいいので、ちょっとだけ垂らして、ネルを使って磨いていきます。ではもう最終の 0.2 ミクロン。はい。ということで、今回は仕入れてきたこちらのお宝包丁、全面的にリメイクするという動画を撮っていきました。いかがでしょうかね、出来栄えは。かなり綺麗になったんじゃないでしょうか。ちょっと切れ味も見てみましょうか。はい。気持ちよく切れますね。皆様のご家庭や職場でもちょっと研ぎ直しやメンテナンスが必要な道具があったりすると思いますので、ぜひ今回の動画を参考に一回取り組んでみてはいかがかなというふうなことで、今回は終了とさせていただきます。その他私のチャンネルでは包丁にまつわること全般をいろいろと配信しておりますので、ぜひそちらもご覧になっていただけるとありがたいです。いつも最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。